でもピアノの話になると途端に電子ピアノを弾いていることに罪悪感を覚えてしまっていませんか？皆さんこんにちは。今回は電子ピアノじゃダメなの？電子ピアノじゃ上手くならない？と題して僕が思う電子ピアノと本物のピアノについてお話ししたいと思います。先日友人がメッセージをくれました。読むとですね、子供がピアノやりたいって言ってるんだけどやっぱ電子ピアノだとダメだよねとのお話でした。また大人でピアノを弾いていらっしゃる方から、自宅が電子ピアノなのでそんなと口ごもりながらお話をお伺いすることがよくあります。まず僕が言いたいのは、電子ピアノはダメじゃないっていうことです。先ほどの僕の友人がお子さんにピアノをやらせたいなって思ったのはなぜでしょうか？もしくは大人の方が忙しい家事やお仕事の時間をやりくりしてピアノを弾いているのはなぜでしょうか？人生を豊かにする、このためじゃないですか？人生の豊かさを求めるのに道具である楽器に左右されてしまう。これは僕にはとても悲しく感じられます。電子ピアノの話になるとよく耳にするのが、電子ピアノだと上手にならないしプロになんかなれるわけがない、だから電子ピアノでピアノをやるのならやめた方がいいかもしれないと感じてしまうんだと、ピアノを弾いている方ご自身がとても寂しそうにおっしゃる姿です。はっきりお伝えしたいのは、やめる必要は全くないですよ。電子ピアノで音楽を満喫してやりましょうということです。人生の豊かさとプロになるとか職業にするっていうのは全く違う観点のように感じます。何かを始めたり取り組むときに必ず成果がないといけないなと感じてしまうことは僕もとてもよく理解できます。けれどもそれは気をつけないと人生の貧しさにつながりかねないなと自分自身よく気をつけています。成果がなくたってやりたい、理由はないけど、理由は分かんないけどとにかくやりたい、そう思えるものに出会えたことこそ人生における最大の成果じゃないですか？最高に豊かな人生の過ごし方じゃないですか？ピアノから離れて考えてみましょう。電子ピアノだとプロになれないから、本物のピアノでないなら弾くのをやめた方がいいというのは、フライパンでチャーハンを作っていてもプロになれないから中華鍋を使わないならチャーハンを作るのをやめた方がいいというのと同じことじゃないですかね。でも僕たちは中華鍋が家になくても気にせずフライパンでチャーハンを作って楽しみますよね。フライパンでチャーハンを作ることに多くの方は罪悪感を覚えないと思います。でもピアノの話になると途端に電子ピアノを弾いていることに罪悪感を覚えてしまっていませんか？そんな必要全くありません。ピアノとの付き合い方をそれぞれの方が選ぶことができる。そう考えると電子ピアノは理想的な選択肢の一つと言えます。もしこの世に本物のピアノしか存在しなかったとしたら、住宅事情やご近所の都合でピアノを弾くことを諦めてしまっていた方々、そういった方々が電子ピアノがあることでピアノや音楽を楽しむことができます。僕もヤマハの P45 というモデルを使っています。本物のピアノと併用して練習にも使ってますが、大きな音を出せない時間帯にとても重宝しています。例えば早朝にいい指使いを思いついて今すぐ試したいけれどもなかなか音出せないっていう時など本当に助かっています。さて、こんな風に活躍してくれる電子ピアノですが、ことクラシック音楽を演奏するということに限ればやはり限界があることも事実です。その最も大きな原因は指先の感覚と音の響き方の相関関係の違いだと思います。この2つ、指先の感覚と音の響き方、本物のピアノと電子ピアノでは全く違うんですね。そのことを身をもって経験したことがあります。以前自宅の建て替えのためにここにあるピアノ2台あるんですが、ここにあるピアノを別の場所に保管していたことがありました。その時は当然この本物のピアノでは練習することができなかったので、先ほど紹介したヤマハの P45 でずっと練習していました。およそ半年ぐらいだったと思います。ちょうどその時
オーケストラからラフマニノフのピアノコンチェルト2番を弾かないかというお話を頂戴したんですね。僕にとっては初挑戦のレパートリーだったので P45 でさらって練習して、時々スタジオなどを借りて本物のピアノで音を確かめていくということをやっていました。演奏会はなんとかうまくいったのですが、その練習期間に感じたことが指先の感覚と音の響き方の相関関係のズレです。つまりこういうタッチだとこんな風な音が響くとイメージする僕の内的な聴覚と出てくる音にズレが生じてしまいました。なのでその感覚はやはり本物のピアノでしか成し得ないものがあるというふうに感じたんです。この期間で僕が学び得たのは 85% くらいまでは電子ピアノで十分仕上がる。最後の 15% はやはり本物のピアノで取り組みたいということでした。いわゆる本物のピアノは真ん中あたりの音を基準にすると低い音になるほど重く、そして高い音になるほど高くタッチが設計されています。ですが現実には高音の鳴りが悪いピアノだとですね、中音域よりも実際は軽いにもかかわらず感触としては重いなというふうに感じるんです。それくらい感覚っていうのはこの出てくる音に影響されるんですね。そして僕たちは無意識のうちにそれらを補正しながら弾いています。こういった繊細な感覚はやはり本物のピアノだからこそ味わえるものと言えます。なのでもし電子ピアノをメインに練習されているのであれば、スタジオを借りる、公民館を借りてみる、生徒さんであれば音楽の先生に相談してみるなど、本物のピアノに触れる時間を持つ工夫をぜひしてみてください。さて今回は電子ピアノじゃダメなの？電子ピアノじゃ上手にならない？と題して僕が思う電子ピアノと本物のピアノについてお話ししてきました。結論として言いたいことはこれだけです。人生を豊かにすることを楽器という道具のために諦めない。